ちは How to Walk Japan です。今日は津軽地方の西側に来てます。津軽と聞くと厳しい冬の寒さや難解な津軽弁、三味線などを漠然と思い浮かべますが、意外と知られていない良い観光地がたくさんあります。今日は西津軽を南下しながらそういう場所を紹介してみます。最終目的地は絶景の秘湯です。津軽鉄道は昭和5年から運行している日本最北の民間鉄道です。津軽五所川原駅から津軽中里駅間 20.7km を45分で結びます。ストーブ列車。はい。ずいぶん前から乗りたかったストーブ列車、やっと念願かなって乗車できます。駅構内の感じもレトロで雰囲気満点です。ストーブ列車。いよいよ乗車します。はい、乗車券お願いいたします。俺の乗車券は？そうか、すいません。すいません。ごめんなさい。乗車ホームは向こう側、走れメロス号が待ってます。はい。乗車後、席は自由に好きなところに座ります。もういかのニュースでしたね。出発前から石炭ストーブに火が入ります。なんだか柔らかい暖かさが広がります。昭和5年から営業しているストーブ列車、戦時中は一時中断しましたが、今でも運行され、現在の車両は4代目、走れメロス号は太宰治の小説から命名されました。ストーブで炙った当たり目はストーブ列車の名物。アテンダントさんが一つずつ焼いて、しかも食べやすいように裂いてくれます。はい、まだ行きます。まだ来るんだ。そうだろうな。こりゃ握力強くなるな。そうでもあ、そう。優しく答えられなくてごめんなさい。はい、いただきます。お酒と当たり目、これが最高ですが、運転があるので我慢。お酒がなくても旅情はたっぷり感じれました。雪がいい感じに積もっている時なら、こういうラッセル車の場合もあるようです。なんて素敵なんでしょう。津軽鉄道の各駅も味わい深く、時間があれば立ち寄ってみるのも一興です。
柳は小説家太宰治の生まれた町です。文豪太宰治、その父で大地主だった対馬源右衛門が明治40年に建った斜陽館としての営業は平成8年で終わり、現在は太宰治記念館として公開されています。男性の方で振ってくれてます。白目のお客さん、左側、2両目のお客様も左側です。では、コードの奥に、関上さん山並みが白神山地の山並みです。多かったです。雪がバスのご覧におりましたが、やっとこれでも。終点津軽中里駅です。昭和63年から使用を中止していた回転台、平成29年に本州最北端の回転台として復活しました。津軽鉄道のサポーターが資金を集め実現したそうです。帰りもストーブ列車でのんびり五所川原駅まで行きます。だるまストーブはもちろんあったかかったけど、それだけじゃないぬくもりを感じられる、そんなストーブ列車の旅、良かったです。出発の時には開店してなかった売店でお土産を買い漁ります。ここ五所川原ではもう一箇所行きたい場所がありました。五所川原夏の風物詩、立ちねぶたです。これを間近で見れる場所がここにはあります。高いの入ってるから高いんだろうな。大型立ちねぶたはおよそ高さ23メートル、重さ19トンの大きさで、ここ立ちねぶたの館の中で制作されています。ここでその立ちねぶたを間近に見学できます。立ちねぶたは毎年1体制作され、3年間使用されるため、常に3体が見学できるようになっています。実際に見てみると笑っちゃうほど大きい。すごい。これはすごいや。これが何動くの？痛いね。すごいね。高さ23メートルといえばビル4階ほどの高さ。実際にここではエレベーターで4階に上って見学します。我々もまだ祭りを実際に見れていません。この巨大な山車が街を練り歩く様をぜひ一度見てみたいです。ね。祭り当日は立ちねぶたがここから街に出ていきます。出陣式というそうです。青森のねぶたも素晴らしいけど、ここも注目です。千本鳥居は京都の伏見稲荷が有名ですが、ここ青森にも千本鳥居が存在します。駐車場から拝殿に向かう階段を結構登っていくと、拝殿がある場所は小高い丘の上。目指す千本鳥居はこの丘の向こう側です。帰りはまたここを登って降りなきゃないですね。
伏見稲荷よりやや間隔のある鳥居が延々と続いていきます。先の方まで見渡せるので天に向かっていくような感覚がします。この先に何があるんだろう。鳥居が終わって開けた場所に出たら後ろを振り返ってみてください。今まで歩んできた人生を振り返っているような不思議な気持ちになりました。でも私がここでポッとびっくりしたのはここからでした。お稲荷さんですから狐様がいらっしゃるのは想像してましたが、こんなにたくさんとは思いませんでした。移動を余儀なくされ、行き場所がなくなったものが集められ祀ってあるということです。毎年8月に鎮魂祭も行われ大切に保管されています。一昨年の夏に2人で訪問、ものすごく暑い日でした。全長300メートルもの三連太鼓橋はぬくもりを感じさせるような優しいアーチをしており、鶴田町のシンボルとして多くの人々に愛されています。妻はここで暑さにたまらず車に避難。残念ながら長い間補修工事で閉鎖されていましたが、2025年4月から開放されるようです。ただし9月から第2期工事が始まるということで、ご覧になるなら今がチャンスです。この橋は理屈抜きに美しいです。ぜひご覧になってください。ここから西に向かっていくと日本海へ抜けていきます。五能線。なんてこと。来ると思わなかった。もうでもちょっと取れたね。ねえ。2人とも同じ絵だよね。その昔、殿様が千畳の畳を敷き、終焉を催したと言われる岩場。ここの主と言わんばかりに猫が睨みを利かせていました。他の惑星にでも降り立ったような不思議な光景が広がります。夏場は海水浴とキャンプで大人気のスポットとなります。違う。穴があると覗きたくなる人間の差がですね。千畳敷海岸は五能線の快速リゾート白神の千畳敷駅から道路を渡ってすぐのところにあります。リゾート白神はここで15分ほど停車して乗客が散策を楽しんでいました。ここから日本海沿いに南下して最終目的地へ向かいます。別の日、妻は都合で欠席、今回は一人旅です。いい景色。深浦町。深浦町すげえいい景色だな。海岸にぽっかりと浮かぶ岩の湯船、雑誌で見てから行きたかったところです。10年以上前に立ち寄ったことがありましたが、天候が悪く露天風呂には入れませんでした。およそ800メートル先、U ターンします。そうだよね。今日はこの天気、大丈夫でしょう。基地は左側です。お疲れ様でした。
というにはふさわしくない立派な建物ですね。総部屋数73、カラオケやバーまである近代的な施設です。玄関を入ると広いロビー。入って左側のカウンターでチェックインできます。チェックイン対応は数名の方が順次対応するので待ち時間が少なくて済みました。中の、はい。で、海辺の露天風呂の行き方は、こちらの廊下を進んでいただきまして。私の案内は外国の方でしたが、しっかり説明していただき、ストレスは全然ありませんでした。さらに部屋の近くまで案内してくれました。外に移動しましたら、海辺の露天風呂です。はい。で、こちらもともと。私の部屋は露天から一番遠い端っこでした。昨日電話で急遽予約したからでしょうね。おかげで端から端まで歩いて気がつきました。廊下の右側には一切部屋がありません。つまり全室オーシャンビューです。すごい。こんなとこ一人で使っていいの？うわ。すごい。立派な和室。そして、なんだこの景色。うわー、マジか。いや、すごい。早速露天風呂に行ってみます。途中の通路から露天風呂が見え、だんだんと気分が盛り上がってきます。いや、今日はいい天気だからいいな。渡り廊下を過ぎ、エレベーターで下に。外履きに履き替え、扉を開けると通路が整備されています。寒い。10年ぶりのリベンジ、今日は夕日を眺めながら入れそうです。うわ、すごい。この露天風呂は日本海に面しているので、西に沈む夕日がよく見えます。すごいな。こんな風にすごいな。映画のワンシーンみたいだな。自分が地球の一部だと感じられる、そんな場所です。夕日を波が洗うのをいつまでも眺めていたかった。でもお腹も空きました。安い方のプランでしたので、夕食はバイキング。なんだバイキングかと思った方、ここのバイキングは侮れません。ここの社長のお兄さんが地元の網元ということで、魚介類が抜群でした。よくあるホテルのバイキングとは別物です。むしろ食べ放題な分、いつもの温泉食よりお得かもしれませんね。デザートまでしっかりいただきました。ごちそうさまでした。なんだろうな。部屋に帰って窓を開けると波の音が聞こえます。見えるかな、灯台の光がたまに通るんだよ。ほら。
朝4時50分、一番乗りで新館不老不死の湯へ。不老不死温泉という名前は、ここで養生すれば老いたり弱ったりしないということに由来しています。海岸の露天風呂もいいですが、内風呂も良かった。酸化鉄で赤く染まったお湯、すごくしょっぱくて懐かしい鉄が焼けた匂いがします。地下200メートルより輸出し、1分間400リットル、もちろん源泉かけ流しです。ここに小さい露天風呂もついてます。明るければこのような絶景が見れます。数々の著名人も来訪しているようですね。海岸の露天風呂にも一番乗りします。昨日の夕日は素晴らしかったけど、今朝の朝焼けも素敵です。しかも誰もいない露天風呂で絶景を独り占め。ここから常に温泉が湧き出しています。先代が見つけてボーリングをしたそうです。とってもいいお湯でした。ちなみに専用の湯着をレンタルしているので、女性もたくさん入られてました。女性も安心して入れる環境が整っている珍しい混浴風呂でした。次は妻を連れてきます。ここに雲が出んのかな。おおめっちゃ雪降ってんじゃん。いやー、さっき入ってよかったな。ちょっと食べ過ぎかな。なんじゃこりゃ。いやちょっとなんだろう、この天気。出口はどこだろう。あ、気持ちいい。西津軽の旅いかがだったでしょうか。都会からは行きづらい地域ですが、素敵な場所がたくさんありました。これからの季節、白神山地もオープンします。私もまたやっていきたいと思います。